製品に溝を掘る方法について説明します。本動画では、溝を掘る加工機の機構を設定します。CAD ファイルをインポートします。ホームタブ、またはモデリングタブを開きます。インポートグループのジオメトリーを選択することで、CAD ファイルをインポートできます。diggingtrench.3ds を選択し、開くをクリックします。モデルをインポートウィンドウでは、インポート時の詳細を設定できます。ジオメトリーの階層構造をシンプルな状態にするため、フィーチャーツリーで最適化を選択します。ジオメトリーの上面と底面を整列させる軸を設定するため、上軸で-X を選択します。インポートをクリックします。加工機と製品の CAD ファイルをインポートできたことがわかります。可動部を設定するため、モデリングタブを開きます。黒い円柱を選択します。右クリック、抽出リンクを選択することで、ノードという塊として抽出できます。コンポーネントグラフウィンドウにリンクアンダーライン1が追加されたことがわかります。リンクプロパティウィンドウで可動部に動作の詳細を設定します。ジョイントタイプで直進を選択することで動作の種類を直線運動に設定できます。-X 軸方向に動作させます。コントローラーはノードの動作を制御するコントローラーを定義できます。コントローラーをクリックし、新規サーボコントローラーを選択します。コンポーネントグラフウィンドウにサーボコントローラーが追加されたことがわかります。ジェミニのサーボコントローラーは一般的なサーボコントローラーとは異なり、可動部を制御する仮想のコントローラーを意味します。リンクプロパティウィンドウの初期値はノードの初期位置、J1 はノードの現在位置を表示しています。現在、初期値と J1 は0です。最小リミットと最大リミットは、ノードが動作できる範囲の最小値と最大値を定義できます。動作できる範囲を設定するため、距離を測定します。ツールグループの測定を選択することで、2点間の距離、または角度を測定できます。緑のブロックの角を2箇所選択します。X 軸方向の距離が 1400mm であることがわかります。再度、測定を選択し、測定モードを終了します。リンクプロパティウィンドウで最小リミットを0、最大リミットを1400に変更します。マニピュレーショングループのインタラクティブを選択することで、可動部の動作を確認できます。3D ワールドでリンクアンダーライン1をドラッグします。リンクアンダーライン1が最小リミットと最大リミットの範囲外に動作すると、リンクプロパティウィンドウの J1 にエラーが発生します。範囲外に動作しない設定にする場合、プログラムタブをクリックし、リミットグループのリミットで停止にチェックをつけます。モデリングタブを開きます。3D ワールドでリンクアンダーライン1をドラッグします。リンクアンダーライン1は範囲外に動作しません。シミュレーションのリセットボタンを選択することで可動部が初期位置に戻ります。上下に動作する可動部を設定します。灰色の部品をすべてコントロールキーを押しながら選択します。右クリック、抽出リンクを選択します。コンポーネントグラフウィンドウにリンクアンダーライン2が追加されたことがわかります。現在、リンクアンダーライン1の動作にリンクアンダーライン2は追従しません。追従させるため、シフトキーを押した状態で、リンクアンダーライン2をリンクアンダーライン1にドラッグします。リンクアンダーライン1を動作させると、リンクアンダーライン2が追従することがわかります。シミュレーションのリセットボタンを選択します。リンクプロパティウィンドウで可動部に動作の詳細を設定します。ジョイントタイプは直進、軸は-Z です。コントローラーでサーボコントローラーを選択します。一つのサーボコントローラーで複数の可動部を制御できます。可動部は
コントローラーを設定した順にリストに追加されます。可動部が動作できる範囲を制限するため、最小リミットに0、最大リミットに200と入力します。3D ワールドでリンクアンダーライン2をドラッグします。リンクアンダーライン2が Z 軸方向に動作することがわかります。リセットボタンをクリックします。加工機の可動部を設定する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。